YouTube をご覧の皆さん、三ツ矢です。今回もよろしくお願いします。今回なんですけども、今回ですね、久しぶりにフリースタイルの解説動画を投稿していこうと思います。今回のコンセプトはですね、初心者でもできるぐらい難易度は低い構成なんですけれども、知らない人から見たらですね、すごくかっこよく見える、いわゆるお手軽見セプというのをね、コンセプトにフリースタイルの構成を考えてみました。ぜひね、参考にしてみてもらえたらなと思いますね。それで早速なんですけれども、スローモーションの方を見てもらおうと思います。はい、スローモーションの方を見てもらいましたけれどもですね、今回のこのフリースタイルの中で多分一番難しい技って言ったらですね、この全ロールオーバーですね、この親指周りを回転させるこの技が多分一番難易度としては難しいんじゃないかなと思いますね。あと次としたらですね、この利き手じゃない方にハンドルを渡してやるときの、利き手じゃない方でのこのホリゾンタルオープンの動きですね。この動きのどちらかが一番難しいんじゃないかなとは思いますけれど、どちらも比較的ね、簡単な技にはなってますので、このロールオーバーができるようになっている方であれば、すぐに真似ができるような構成にはなっていると思いますね。なんですけれども、初心者の方というかですね、あんまりバタフライフリップのことを知らない方からするとですね、両手も使ってるし、こんな回転系の技とかもいっぱい使ってるし、うわ、すごいっていう風に多分見えると思いますのでね、ぜひ参考にしてみてもらえたらなと思いますね。早速なんですけれどもね、解説の方を始めていこうと思います。じゃあまず持ち方なんですけれども、このフリースタイルはですね、こちらのナイフの背の方についてるハンドル、セーフハンドルを持ってスタートします。こちらの刃がついてる方についてるハンドルですね。こちらのバイトハンドルを持ってスタートすると途中でできなくなってしまうので注意してください。じゃあまず最初にですね、こちらのセーフハンドルを持った状態からまず上に振ります。振ります。で、この時にですね、振る時にただナイフを振るだけじゃなくて手首ごとこういう風にね、振るようにしてください。どうしてかっていうとですね、そのまま振るとですね、こんな感じでハンドルが手の甲とかにね、当たって痛ってなっちゃうので、こういう風にグッと手首ごと振ってあげるとね、ハンドルが強く手に当たらないのでね、手の甲が痛くならなく済みますので、上げるときに手首ごとこうグッと振り上げるようにしてください。こちらのセーフハンドルを持った状態から手首と上に1回振ります。で、振ったらですね、次にこのままもう一度振り下ろします。で、こういう状態になってると思いますね。で、この状態からですね、こういう風に手を広げて振り上げると、そうです、バーティカルオープンの完成になるんですけど、それの途中で止める感じですね。こう、振り下ろして、ここで止めるという状態ですね。この状態になったらですね、次にこのままもう一度横に振ります。で、振ったらですね、次にこの手首をですね、こうくるっと返します。で、返したらこういう状態になってると思うんですけども、この状態になったらもう一度手首を返します。で、こういう状態になってると思いますね。で、こういう状態になったらですね、次にこのブレードとハンドルの間ですね、このハンドルの間にですね、この人差し指をくるっと中に入れます。中に入れたらこういう状態になると思うんですけれども、この状態になったら次にですね、このハンドルごと手前にグイッと引っ張ってきます。で、この時にちゃんとセーフハンドルを持って始めていたらですね、ナイフのブレードの背の方ですね、背の方とハンドルの間に、ね、指がこうやって人差し指が挟まれますので、指が切れないので大丈夫ですね。この状態になったらそのまま勢いよくこれをこうグイッと引っ張って、こちらのハンドルをグッとこう捕まえます。こういう状態になると思いますね。実際やってみると、こういう感じですね。こういう状態になったらですね、次に今手首が下を向いてると思うんですけども、この状態から手首をくるっと返します。この状態からぐるっ
と持ち上げる感じですね。こういう状態になると思います。この状態になったら次にいよいよロールオーバーをしていきますね。このままハンドルを振って、で、この状態になったら人差し指を離して親指周りを回転させます。で、回転してきたこちらのバイトハンドルをキャッチして振り下ろすと。こういう状態ですね。ここまでを続けてやるとセーフハンドルを持った状態から振り上げます。振り下ろします。横に振ります。手首を返します。もう一度手首を返します。人差し指を入れて手前に振ってハンドルをキャッチ。手首を持ち上げてロールオーバー。こういう感じですね。ここまで来たらですね、次にこの持ってる方の手と逆の手ですね、をこのように手の甲と手の甲をこのように合わせます。で、合わせた状態にしたらですね、次にこちらのハンドルですね、セーフハンドルをこのまま上に振り上げます。振り上がってきたハンドルをもう片方の手でキャッチします。で、こういう状態になってると思いますね。この状態でもう片方の手でキャッチしたら次にこちらの持ってる方の手を離します。逆の手で持ってる状態ですね。この状態になったら一度振り下ろします。この状態になったらまた横にハンドルを振ります。振ります。で、振ったら次にこの手首をくるっと返します。この状態になったらもう一度また逆の手ですね。にこのままハンドルを渡します。こういう感じですね。一つのハンドルを両手で持っている状態ですね。こちらの手で受け取ったらですね、こちらの手を離します。この状態になったら次にもう一度振り下ろします。次にこの持ってるハンドルの根元ですね、この部分に人差し指をこのように添えます。乗せたら次にこちらのハンドルを上に振り上げます。人差し指がハンドルとハンドルの間にこう挟まれている状態になると思いますね。この状態にしたらもう一度振り下ろします。そして次にもう一度こう振り上げるんですけれども、次は振り上げながらですね、こちらの持ってるハンドルを離します。離すと当然このね、ハンドルごとナイフが回転すると思いますので、回転してきたこちらのセーフハンドルを人差し指と親指で捕まえる感じですね。実際やってみると、こうやった後にこうなる感じですね。こういう状態になってると思いますので、この状態から次にナイフをこのようにね、ちょっと持ち替えます。人差し指と親指をこう入れ替えるようなイメージですね。入れ替えながら最後にもう一度このままロールオーバーですね。親指周りをくるっと回転させると完成となりますね。で、このロールオーバーですね。このロールオーバーに関してはですね、詳しい解説動画出してますのでね、まだまだできないという方はね、ぜひそちらの動画をね、まず参考にして、まずロールオーバーからね、練習してみてもらったらなと思いますね。それじゃ最初から続けてやるんですけれども、まずこちらのセーフハンドルを持った状態から上に振ります。振り下ろします。横に振ります。手首をひねります。手首をもう一度逆にひねります。人差し指を入れて、手前に振ります。手首を持ち上げて、ロールオーバーします。逆の手を持ってきて、トランスファーします。離します。逆の手で振ります。手首を返します。また逆の手にトランスファーします。離します。振り下ろします。人差し指を添えて振り上げます。下ろします。今度は振り上げながらナイフを回転させます。人差し指と親指をちょっと持ち替えながら親指周りを回転させて完成となりますね。ざっくり技の構成としては最初にこのバーティカルオープンですね。この動き、バーティカルの動きをした後に次にホリゾンタルオープンですね。このホリゾンタルオープンの動きで、オープンしない状態ですね。で、次にホリゾンタルオープンでこうクローズするイメージ。バーティカルをやった後にホリゾンタル。で、ホリゾンタルに戻して、そこから全ロールオーバーします。したらトランスファーで持ってきて、逆の手でホリゾンタルオープンの動きをします。で、オープンしながら、逆の手にもう一度トランスファーで戻して、振り下ろして、
一回振り上げて、人差し指周りを回転させて全ロールオーバーするという感じですね。というわけなので、比較的難易度が低い初心者向けの技ばかりで構成してますのでね、真似がすごくしやすいと思います。その代わりなんですけれども、こういうロールオーバー系ですね、こういう回転系の技であったりとかトランスファーですね。もう片方の手を使った、いわゆる両手でね、ナイフを扱うような構成にしてますので、旗から見るとですね、ナイフの扱いが上手というか、すごく難しいことがこの人できるんだ、すごいなこの人っていう風に見えるようなね、構成にはなってますので、難易度の割にはすごくね、いい感じに見えるかなと思いますね。で、このフリースタイルをこうかっこよく見せるコツなんですけれども、コツとしてはですね、こう技を少しでもこう早くするというよりはですね、どちらかといったらもうゆっくりでもいいので、できる限りこう止まらないようにスムーズになるようにこうイメージして練習してもらった方がいいかもしれないですね。どちらかというとですね、やっぱりこの技のつなぎ目とかですね、技一個一個つなぐときにちょっとこうぎこちない感じでこう止まったりとかするとですね、ちょっとあんまり上手くないのかなというか慣れてないのかなといった印象がね、見えてしまいますのでね、どちらかといえばもうゆっくりでもいいので、技一個一個丁寧にこうつなげるというイメージでやってみてもらえたら、すごくかっこよく見えるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、フリースタイルの解説動画を上げていったんですけれども、今回のコンセプトであるお手軽見せプですね。何かちょっとこう技見せてよとかっていう風にね、友達だったりとかに言われた時にですね、こんな感じでフリースタイルの動画をね、撮って見せたりとかすると、すごいっていう風に見えると思いますのでね、ぜひ練習してみてもらったらなと思いますね。フリースタイルの構成次第ではですね、簡単な技でもすごくかっこよく見えるようになりますのでね、もっとね、難しい技を練習するっていうのももちろん大事ですけど、こんな感じでね、フリースタイルの構成を考えるのもね、このバタフライナイフの楽しみ方の一つかなと思いますので、いろいろイメージしながらね、練習してみてもらったらなというふうに思いますね。はい、じゃあ今回ですね、こんなところで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。それでは、